戦争ということは死か生きるかと、戦争をやめてほしいっていうのは我々は今ずっと歌いたい。結局のところ全てが網なんだ。全てはまず関係から一つの結び目が出来上がってるんだって発想をしないと、今の米中の対立なんかも絶対解けないと。250年ぐらいの変わった意味ってものが今完全に吹き出てきてるんだ。皆さんこんにちは。ようこそ、ファンシーグルーバルサル。皆さんこんにちは。こんにちは。ようこそ、ファンシーグルーバルサル。本日はプレイオープンで、第1回目です。そして、本日の、ゲストは1回目のゲスト、ご紹介いたします。明治大学名誉教授金山昭夫先生、どうぞよろしくお願いします。本日のテーマですね。テーマが言います。今世界や日本で起きていることを見据えて、未来を模索することについて、話します。まずですね、最近世界の情勢が、とても、厳しくて、いろんなところで、戦争が起こっております。ウクライナとロシアとか、そして、イスラエルとかね、我々は、民間人としてですね、やはり世界平和を、目指して、本当に戦争ないの世界に、したいと思っておりまして、経済の、ことについて、また貧困に、ついて、そして社会問題についての、ことを、皆さんと一緒に、議論しましょう。金山先生、は、今まで全部、精神学の研究をしてきました。今の社会の中で、特に日本に、おける若者、うつ病とか、たくさんに、います。割と世界の中では日本はとても、深刻とかいうことで生きるの力を、発揮するというのはおそらく金山先生の専門だと思います。私も日本に来られて33年目ですね。日本に来て、初めてのは、自分の本業をダンスを教えながらですね、また子供頃、学っていた、武術、いわれる太極拳、そして気功を教え、日本で、たくさんの生徒さんが、おられまして、自分のちっちゃいな力を使って、たくさんの、そういう、心の障害の方に助かってあげたことは、少しでも、できたと思います。このことについて、また片山先生によるいろんな、アドバイスをいただいて、ぜひ皆さんはね、金山先生の話を、最後まで、聞いていただければ、嬉しいです。では金山先生、どうぞ。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。僕は姿勢学っていうか、今静止学っていうふうに言われましたけど、どちらでも結構なんですけれどもですね、人間がどう生きて、どう生まれて、どう年老いて、そして、どう病気になってどう死んでいくかっていう問題を中心にですね、研究をしてきました。それの関係の中でもちろんその臨死体験だとか死後の世界ですね、あの世観だとかですね、日本人のそれに霊魂観って言ったりとか、そういうものを含めて、例えば沖縄あたりに残ってる民族的なそういうふうなお話だとか物語だとかですね、説話だとかそういうものを研究してまいりました。でも大事なことっていうのは結局この世界の中でどう生きていくかっていう問題で、どう心豊かに死んでいけるかっていうふうな問題になると思います。例えば戦後70年80年っていう世界の中で
この激変の時代の中でですね、人間はさまざまに翻弄されて生きてるっていうふうに、今ほとんど生きる指針を失ってるような海図のない世界の中にやっぱり漂流してるっていうのが現状だというふうに考えます。また先生のことは専門が生死学っていうのね、こういうのはすごく珍しい専門であり、一般的にはあんまり知らないですね。そういう専門が研究してる人方はあんまりいないんですよ。生きるのはやっぱり力が必要、生きる力っていうのねすごく大事。本当に自分が感じたのはやっぱり島国っていうところは悩んでる人が多くて、世界中にもう自殺力が一番高いのは実はね日本ですよ。日本心理学者の、南博先生で、私の、日本の義理の、父ですよ。彼は、日本心理センターっていうところを、主催してて、もう彼の患者さんも治らない患者は全部私の方に回ってくるんですよ。じゃあ太極拳でもやって気功でもやると。で気功って気持ちいいですよ。やっぱり気持ちの問題ですよ。心理学でも解決できなかったことは我々はやっぱり気功を通じて太極拳を通じて精神統一もっと心が広げて、いくともう本当にどんどん忘れてしまう。でもっと生きる力がつけてくると。いうことで私も、その経験で、すごく、日本にとっては私はちょっとちっちゃいの貢献したなと思ったんだけども、私の生徒さんはねもう本当にいろんな悩みが叩いて大人でもう自殺症とか何かいろんな悩んでる方ちっちゃいの病気で別に病気じゃないんですよ。で自分ずっと毎日思ってるんでどんどんその病気を広げて大きくなるというのはやっぱり心の病気って言えるんですよね。国際世界情勢について、特に今ね世界中にあちこちで戦争が起こっております。我々民間人として、どうやって、見た方がいいでしょうか。これはたまたま起こってることじゃないんですね。やっぱり必然的なんです。今度の今のウクライナ、ロシア、それからイスラエル、パレスチナの問題ですね。これはある意味でこの近代化っていうか政治的に言ったらばいわゆるフランス革命ですね。じゃあ18世紀の末です。そこから250年間の海が溜まってきてそれが吹き出してきたっていうふうに僕は理解してるんです。だからここだけで見ると非常にすごい凄まじい勢いで世の中が変わっていってるんです。例えば日本だったらばつい20年か30年前、つまりバブルがはじけるまでっていう、あれは大体1990年から91年なんですけれども、それまでっていうのはその一億総中流って言われていた時代です。それくらいみんなが豊かだったっていう世界です。そこからがその不毛の30年っていうような形が始まってきてしまう。全てのその余裕のなさ、何がどういうふうに変わったのか、この激変の渦っていうふうなものにおそらく多くの人たち、ほとんど全ての日本人、あるいは世界もそうなんですが巻き込まれてしまっていて、多分これは個人の努力とかそういうレベルの問題で解決できることではなくなってしまっているということになるだろうと思います。その取っかかりがですね、基本的にはその19世紀いわゆる近代っていうものの始まりですね。つまり先進国という国たちがですね、日本は後から参加するわけです。明治維新です。1867年ですね。その辺あたりから参加するわけですけども、基本的にナショナリズムであって、それですぐそれが帝国主義だったわけです。だからそうすると先進国と後進国の間にもう完全に搾取と非搾取っていう構造が生まれてしまった。その搾取してるいわゆる先進国とされてる国々がいわゆる植民地化したり何かしながらですね、どんどん自分の利益っていうふうなものを確保することによって、要するにその労働力もほとんどタダに近いもの、
それあるいはエネルギー資源も鉱物資源も全部ほとんどただ同然という世界の中で全部本国に持ってきてしまうっていう、そういう構造がずっと続いてたってことになります。でご存知のようにアメリカの一人勝ちで第二次世界大戦が終わります。勝ったフランスもイギリスもみんなもうめちゃくちゃにやられてしまった世界の中で、完全にアメリカンスタンダードっていうふうな世界の中で、第二次世界大戦以降が起こってくるわけですね。そのイスラエルとパレスチナの問題とかそういうふうなものの根底にあるのは、今までの構造っていうものが完全に崩れていってしまって、相変わらず先進国になろうとして、先進国になるとまた次の後進国から先進国に追い詰められていってっていう、この構造に対するきちんとした生産をしないでやってるもんだから、一時とってもうまくいく国もまた次にダメになっていくっていう、そういう構造になってしまってるっていうところで、そういうとやっぱり僕はこのグローバルサロンっていうのの世界はやっぱりそのぐらいのレベルまでやってほしいなって思うんですよ。ニュースなんか見てると、単に情報を与えてくれる、ニュース解説ってそれを各論的にいろいろ解説してくれる。そうじゃなくて、もっと僕らがやろうとしていることは、その根底に何があるのって、構造をどういうふうに分析できるのっていう、そういうことをやってるニュースおよびニュース解説番組全然ないです。もっと僕らは哲学的な思想的な変換が必要な時期に今来ちゃったっていうことです。自分の努力とか、人を愛すればどうのこうのとか、そんなものではもう解決がつかない問題まで来ちゃったっていうこと時点に。先生言ったのはその戦争って、私も、中国にいた時に、11歳から中国人民解放軍芸術大学に入ってて、もちろん踊りは専門だったんだけど、でもちょうど中越戦争があって、それを、戦場の病院慰問に行ったんですよ。そういう目の前で私は見た、本当に足がない人とか、もう手がない人とか、いろんなすごく残酷の、場面が見たということは、もう戦争ということは死か生きるかと。だからそれはすごく自戒したんですよ。やっぱり生まれてきてせっかくね、今日に知らないうちに一発で死んでしまうというのは、やっぱ戦争というのは良くないっていうのね、これ戦争をやめてほしいっていうのは我々は今ずっと歌いたいのことですよ。だから今本画を通じて、ステージやってもやはり世界の平和、を望みますと。特に今は世界中に戦争にもよって、貧困の差が、とても激しく、なっておりまして、その、一部の人がね確かに豊かになっていまして、都会に離れると、貧しい方がいらっしゃいます。特に子どもたち、私も、この何年間毎回のイベントを、開催すると、基本的にチャリティーという目的をやってきました。その講演とかイベントの一部の、収入は、その貧困の子どもたちに、寄付すること、それはもう、決まっているということであります。やっぱり貧困という言葉が、本当に我々欲しくない言葉ですよ。富裕族もいるとか貧困の人もいるっていうのも、どうやってその差少なくなると、の我々は、皆さんと一緒に考えようと。やっぱり貧困だとやっぱりいろんな原因がありますよね。私は思うんだけど、まず一つの知識をねやっぱ学ぶこと。その貧困の方たちはやっぱり勉強する環境がないんですよね。中国の、雲南省が多分深刻だと思うけど、山から登ってさ何時間も学校を通るという子供もいます。で学校もないんですよ。でそこで日本の皆さんはね、本当に私は知り合いの中何人かおります。寄付してお金が集まってで学校を作ったという例がたくさんあります。でも
一人か二人の力じゃもう無理ですよ、こういうの解決するのはね。やはりもっと皆さんの、力でその世界に、愛をね、大愛を、だから世界環境今もう良くない状態ですね。その環境に対してもやっぱり愛が必要です。人間に対しても、その動物に対しても、いろんな、愛が必要で、我々もどうやって考えてその皆さんを一つの愛があれば、本当にちょこっとだけでも愛があれば、世界は助かるんじゃないかなと思います。先生どう思いますか？はいはい、今日は対談ですのでですね、やっぱり僕はちょっと違った立場をちょっと出したいというふうに考えます。やっぱりその愛とかなんだとかっていうことではもうなんていうのかな、克服できないようなその構造的な変化がもう起こってしまっていてですね、例えばですね、今の日本のその労働環境を考えてみると4割の人が非正規雇用なんですよ。非正規雇用っていうのはつまり人件費じゃないんですよ。物品費なんです。恐ろしいことに。つまり機械油と同じなんです。そういう世界の中でですね、もう昔ついこの間まであった終身雇用だとか、あるいは年功序列かというふうな問題で、一億総中流と言われてた時代っていうのは完全に姿を消したっていう状態になるわけです。この形をどういうふうに構造を分析していって、そしてこの新しいその構造を構築できるかどうかっていうのが我々のその今の責務だろうというふうに思うんですね。人間の生き方のものすごい急速な変化、ついていけないような変化っていうのが人間を構成している生老病死って言いますね。生まれてきて、そして、年老いていって病気になって死んでいくって4つが4つとも全部ものすごいこの半世紀の間に変わったっていうことです。大体50年から60年前っていうのはまだ人間は家で生まれて家で年老いていって、そして家でよっぽどの病気じゃなければ病院に入らずに家で看病して、そして家で死んでいくっていう形でした。今はそれが全部施設になっていったっていうことです。つまり人間関係ではなくて全ていわゆる経済活動の世界の中に取り込まれていったわけですね。患者っていうのはつまり病院に行って診断を受けるっていう、病名をつけてもらうっていう感じ。そうすると完全に非管理者になるわけですね。僕はその管理されるっていうことの無念さっていうもの、今のいわゆる老人施設における暴力だとか何だとかかんだとか、全て金ですよ。全て愛情なんかじゃないんですよ。やっぱりそういう意味において関係性っていうものがどんどんなくなっていく。この50年間で失われた言葉、原っぱ、ねんねこ、火鉢、ちゃぶ台、夜鍋、お使い、みんななくなりました。それはこの言葉がなくなったっていうことはその文化がなくなった。その文化が持っている関係性、家庭の中のそういうその関係性というものが全部失われていったってことで、個人として一括管理しやすいんですよ。どんどん人間は無力化しています。逆に国が作ったシステムっていうのは巨大化していく。システムの巨大化と個人の無力化、これが現代の病の一番根幹です。人間ってやつはどうしてもやっぱり地位とか名誉とか財産だとかっていう、それを追っかけ回して、本当にそれが必要なの。知足っていうね、樽を知るなんていうのじゃなくて、もう最後の最後までそれをしゃにむになんか追い回すっていう、そういう差がを克服できない形で、だから最終的には豊かになったってなんか幸せ感が全然持てないっていう感覚。我々はやっぱり根本的にどっか考え直さなきゃならないようなところに今来てるっていうことと思いますが。
まあ、病気に対してもさっき先生も言ったんだけど、もうただ管理してるだけではなく、まあ、私も気候を教えるのも気候法っていうね方法を教えるんですよ。自分で治すで病気はね、別に怖いことじゃないです。誰でもまあそういういろんな、まあ、幹細胞とかいろいろもう体の中に入ってるんですよ。で気にすると気になる。だからまあ、とにかく気にしないことで、日本語ははっきりしてる。気にすると気になる。気にしなければ気にならないっていうね、やっぱり全部気ですよ。だからね、すごく皆さんね、やっぱり一つ気に対して理解がしてほしいっていうことですよね。その見えないもの、気って見えないんですよ。それともう一つは関係っていうのは見えないんですよ。ね、関係あるいは心っていうのも見えないんです。ただ僕らに感じられるものっていうのは心が減少化した時に、つまりそれが悲しみだったり憎しみだったり喜びだったりっていうことになるわけなんですね。この関係っていうふうなものをその仏教でいうとこれは空っていう発想なんですね。色即是空の空です。空即是色の空なんです。この空っていうものは僕は見出したのはこれは関係性のことを言ってるんだ。でこの世界は例えば僕と本心さんがこうやって関係してるっていうかつながってるように、やっぱり結局のところ全てが網なんだ。存在は全て網で、それがその網の目、僕が網の目っていう感じで、これは片方がロシアで片方がウクライナで、これは片方がイスラエルで片方がパレスチナっていう関係であって、我々実体なんだっていうところから出発するんじゃなくて、網なんだと、網の目を構成してる。そうすると網の目の一つの結び目がもう一つの結び目を指定することはできない、排除することはできない。網が壊れちゃう。これは原理的に不可能なんです。やっぱりそういう発想の仕方をしないと、ロシアはロシアの実態っていうものを守ろうとし、そしてウクライナはウクライナもそれを守ろうとした。絶対的に利害が対立して解決する時は一切ないわけなんだ。全てはまず関係から一つの結び目が出来上がってるんだって発想をしないと、今の米中の対立なんかも絶対解けないってことになります。相手を非難するだけってことになる。このいわゆるさっき言った250年間ぐらいのたまった海ってものが今完全に吹き出てきてるんだ。その時にもう一回原理的に戻んなくちゃいけない、立ち戻んなくちゃいけないのはまずここから関係なんだというふうな問題にまでいかなきゃいけないんだろうって、これを言ってるそういうニュース解説は一切ないし、もう根本的に哲学的にそのところまで降りていかなければダメなんだって、そういうことをできるのは本当は日本人とかそういう東洋の哲学なんですよ。これは西洋の場合はなんだかんだ言ったら人間中心主義なんです。我思うゆえに我ありから始まるんです。まず我が確定しなきゃ全ては哲学も何もできないじゃないかっていうのがデカルトの方法除説なんですね。そうすると必ず我っていうのがあって、それは対象が出てきます。それを動詞で結ぶんです。そういう文法構造がみんなそうなんです。主語は基本的に省略してはいけないんです。鐘の音が聞こえるっていう日本語の中には私がないですね。ところが英語の場合は絶対的に私がっていう、私がなんです。鐘があってそれ聞いてるっていう動詞がある。この構造は変わらない。I hear the sound of bell っていうね、鐘の、これは私がやってんだよ、私なんだよっていう世界。必ずこれは先見軸なの。私って、そういうふうな発想から考えてみても、我々は関係の中にもともとあって、ふっと聞いてみたら鐘の音が聞こえる。まずその鐘の音が先に来ちゃって、あ、聞いてるのは一体何だ、あ、そうか。そこに自分が現れる。自分がその場所なんですね、全体のね。まず先見的に特権的な私っていうのはないんです。日本は本当はそうあるべきなの。
そうですね、はい、また今社会についての話もね、現在は日本も少子化の時代になってきましたし、まあ教育にもいろいろ問題が起こしていったところで、私も1990年に来日した時には留学生として日本に来ました。本当に、先生たちはもうすごくなんか悲しい目で、いつも授業の30分前に、10分前かもうギリギリでもうみんな帰ってきて、出席率を取る、サインもらうと。で真面目に勉強にしてるのは留学生だけですよ。でそういう時代で結構ね、じゃあ何のために大学に入ったらよくわからないっていう状態で、ただ友達を雇用したり、また卒業したらちゃんと就職できるような目的で大学に入ったという状態ですよね。で私の卒論も日本舞踊の特徴で書いたんですよ。今日大の博物館にはちゃんと保存していると。なぜというかやっぱり先生はもう泣いて、本当に日本の今若者がちょっと私たちはもうあんまり今もう自信がなくなったような状態で、日本人が誰も研究してない、そういう学問が外国人が研究したという日本舞踊について、日本の舞踊の特徴で誰も書かなかったんですよ日本人。そういう状態で、あとは親孝行についてもね、そういう中華思想といっても孔子思想ですね。あとうちの祖先、私はもう宋の時代の詩人と書道家の32代皇帝家の32代目の直系だけども、やはり生まれてからやっぱり親孝行というのはすごく大事と。でそこでやっぱ日本で33年間生活した、すごく実感したちょっとそういう親孝行についてもちょっと薄いなということで、愛が少ないじゃん。だんだん時代の変見かもしれないんだけども、やっぱりそういう親孝行が、まず一番先ですよ。一番人間としては、生まれて育ってきた親に感謝ということはすごく実感してます。また皆さんと、質問の時間を作りますけども、中日の関係は、だんだん悪い方向に言ってるらしいですね。海水放出の問題で。神仏集合って言葉があるのはご存知ですか？それを壊したのが明治政府なんですよ。日中間が、本当に深い絆があると。素晴らしい。ため息づく夜は輝く月を見